皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber、スーパーロボット対戦 Y の制作発表に沸き立つ濃いめのロボアニメオタク、ナンバーセブンことナナが電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そしてわかりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。不可能だと言われていた技術がついに実現。中性子エアリービームの生成に成功。バッファロー大学を中心とした国際研究チームは、レンズや電波で誘導することができない中性子のビームについて、シリコンの正方形の板に緻密に計算した超微細なスリットを入れた解説格子を作成し、直線上に伝播する通常の中性子ビームを曲線上に伝播する中性子エアリービームに分割することに成功しました。なんだかやたらかっこいいイメージですね。ビームが曲がると聞くと、ボーガンダムのあいつを思い浮かべた方もいるのではないでしょうか。とてもわかりやすい感じがしますね。しかし、イメージ的にはまあそんな感じなのですが、内容としては量子力学の原理をふんだんに応用したものとなっており、古典論的に考えるとガチで何言ってるのかわからない状態になりますので、しっかり前提知識の部分から解説しますね。ロボアニメ好きにはたまらない単語、ビーム。メガ粒子を打ち出すガンダムのビーム兵器。凝縮したゲッター線をぶちまけるゲッタービーム。マイナス1億度という驚愕の冷戦法、バスタービーム。なんかよくわからないけどかっこいい。それがビームです。そんな SF 的なイメージがあるビームですが、現実でも多数存在します。そもそもビームの定義は、細く平行で揃った状態で指向性を持つ何かの流れとなっているので、水鉄砲から発射した水は水ビームとも言えますし、通勤ラッシュ時に身動きも取れないほどおじさんたちがギッチギチに詰め込まれた直線区間を走行する山手線車両は車畜ビームとも言えます。とはいえ、物理学では曖昧さを回避するためにしっかり競技のビームが定義されており、細く平行な粒子または粒子のように振る舞う単波長の波速の流れとなっています。例えば、電子ならば電子ビーム、陽子ならば陽子ビーム、ヘリウム以上の原子番号の原子核ならば重粒子ビーム、一部はレーザーという別称もありますが、これも含め、光子ならば電磁ビームなどがあり、実際に研究や産業で利用されています。さて、このビームという事象、定義通り直進する性質が利点の一つともなりますが、一方で、障害物により減衰したり遮られたり、その障害物自体に影響を与えたりもするため、用途によってはその直進性がだとなることもあります。なので、障害物を迂回するようにその軌道を曲げることができれば、より多くの用途に対応できるようになりますね。例えば電磁ビームならば、光の屈折を利用して、レンズやプリズムを用いてそれを行うことができます。この場合、直線から直線の伝播となり、中継となるレンズなどが各所に必要となりますが、それさえできれば、特定の障害物を迂回するということが可能になります。陽子や電子ビーム、または陽子と中性子で構成された原子核である重粒子ビームはどうでしょうか。これは、電荷を利用して電波により屈折させることができます。この場合、直接中継装置を用いずに空間中で曲げるということが可能なため、より用途の汎用性が高くなります。ですが、これらよりさらに用途の汎用性の高くなるビームの曲げ方もあります。それは、対象のビームの波の性質を利用して、その波の位相分布を増幅し、自己湾曲伝播特性を持たせるようにすることで、装置から発射後、外部からの操作なしに円弧を描くように湾曲して伝播させるというものです。これを、エアリービームと言います。エアリービームは曲線上に伝播するというだけではなく、ビームの一部が障害物によって遮られても、他の通過したビーム部分により、再び元の軌跡に復元される自己修復機能を持つという非常に得意な性質があります。そのため、各分野における測定やイメージングに非常に有用で、すでに活用されています。現在は光子と電子のビームについてこれを行うことができますが、他の粒子についても研究が行われており、今回の研究は中性子についてのものとなるわけですね。中性子は電荷を持たない粒子です。なので、
過電粒子のように電場で曲げるということはできず、同じく電荷を持たない光子とは異なり、物質中で相互作用する確率が低く、非常に物質透過性が高いため、そのビームの軌道を曲げるということは不可能とも言われていました。そこで、波の性質を利用するエアリービームの出番となったわけです。さて、ここまでは古典論的な描像で説明しましたが、ここからは量子力学の理解が必要になってきます。かつて、現在の量子論や量子力学の前身となる前期量子論における重要な立役者の一人、ルイ・ド・ブロイが提唱した物質波。これは、それ以前にアインシュタインが提唱した光量子仮説を拡張したもので、光が粒子と波両方の性質を持つように、すべての粒子も波の性質を持つとするものです。これは数々の実験で、質量を持つ電子でも波の性質が確認されていることで、現代物理学では当たり前のこととして認知されています。つまり、中性子にも波としての性質があるということになりますね。ここで、量子力学で有名な二重スリット実験を考えてみましょう。二重スリット実験では、光子または電子をスリットの入った回接光子を経由させ、最終的にスクリーンに投影される痕跡を調べることで、その振る舞いを調べる実験です。この実験では、光子も電子も波の性質を示し、スクリーンには干渉島が発生します。ところが、その途中を観測すると、光子も電子も粒子として振る舞います。これは、観測者が対象の情報を持つかどうかでその性質が決まるということです。つまりそれが粒子でも波でもあり、もっと言えばそのどちらでもない量子という状態ということですね。実は、中性子についてもこのスリット実験の原理を応用した干渉系での実験がすでに行われており、その経路が途中で分割されるということが分かっています。そんなわけで、今回の研究ではこの中性子の波としての性質が利用されました。放射線物理や原子核物理などで古典論的に考えるとき、中性子は透過性が非常に高いため、どんな材料でも透過して直進します。そのため、原子炉などでは大量の水を用いることで、陽子一つである水素の原子核と衝突させ、効率的にエネルギーを減衰させるという手法でその危険性を制御したりしています。なので、古典論的にはどんな素材のスリット回接光子を用いたところで、中性子はまっすぐに素通りするだけのはずですが、他方で前述の波としての性質も確かにあるということなので、条件によっては中性子の波が干渉し、位相分布が広がることで存在確率が揺らぎ、その進路が曲がるということもあり得ると考えられます。そこで研究チームは 5mm 四方という小さなシリコンの正方形の板に綿密な計算で導いた緻密な極小のスリットパターンを625万セット等間隔に配列するという超精密な解説公式を作成しました。これを用いて実験を行った結果、ついに世界で初めて直進する中性子ビームをエアリービームに分割することに成功したのです。この技術が何に応用できるかは、制御の難易度や他のビームとの競合を考えると、今のところまだ実用段階には程遠いですが、中性子を用いたイメージング技術の解像度の向上や、分子構造のカイラリティ分析で、医薬品やマテリアル開発にブレイクスルーをもたらす可能性が考えられます。しかし何より、物質波の特性だけでここまで粒子の軌道をコントロールできたという事実は、学術的に非常に重大な成果と言えるでしょう。中性子以外でもこの技術の原理を応用することで、これまで想像もしなかったようなことができるようになるかもしれませんね。皆さんの推しビームはどんなビームですか？ぜひコメント欄に書き込んでいってくださいね。今回の研究論文は、現在アメリカ物理学会誌においてオープンアクセスとなっています。どなたでもご覧になれますので、より詳しく知りたい方はぜひアクセスしてみてください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。この動画は、我が国における科学知識の一般理解及び、科学知識のエンタメ活用を推進する、プロジェクト PSN in ほとばしる科学講座と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。